ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これからご紹介する商品は10月25日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。本日はシャツからご紹介いたします。ラルフローレンのラガーシャツですね。サイズ表記がミディアムサイズで 100% コットンのボディです。白と水色で赤とネイビーの、いいラインが入ってるかなと思います。でリブはホワイトですね。でラガーシャツなのでゴムボタンで、エルボーパッチはつかない着やすいデザインですね。で胸元にラルフローレンのマークが入っていて、なんか定番というかレギュラーではあるんですけれども、今着たいカラーリングなんじゃないかなと思います。ミディアムサイズで僕全然ゆったり着用できるいいサイズ感です。今1枚でさらっと着たいラガーシャツかなと思います。お値段の方が7800円と消費税です。続いてラルフローレンもう1着ご紹介いたします。ワークシャツタイプですね。サイズ表記がミディアムです。でこちらも 100% コットンで、ネイビーのシャツなんですけれども、こちらボタンがまず猫目ボタンが採用されていて、生地がヘリンボーンツイルのような織りになっております。そして、マチ付きですね。マチ付きの形です。マチはつくんですけれども、このラウンドの仕様が着丈が長くなりすぎないようになってて、着た時のシルエットはマチ付きですがかなりいいかなと思います。こういうそのヴィンテージよりも、綺麗なシルエットに整えたレギュラー、ヴィンテージを参考にしているようなサンプリングしているこのレギュラーっていうのはグッドレギュラーなんじゃないかなと思います。ミディアムサイズ、身幅ゆったりありますが着丈は全然長すぎないです。いいヘリンボーンツイルかなと思います。お値段が7800円と消費税です。続いてこれもいいネルシャツです。ファイブブラザーのオールドのタイプ、70年代頃ですね。サイズ表記が15ハーフです。で赤ボディで黒と白のチェックが入ります。でパイルネルですね。年代、こちら黒いボタンが使われていて、襟はシングルで肩は内縫いです。でもこちらマチはつかないタイプで、シルエットは綺麗かなと思います。いいチェックの入り方ですね。かなりかっこいいチェックかなと思います。で15ハーフ、僕が、気持ちゆったり着用できるいいサイズ感ですね。コンディションも全然問題ないです。こっちのタグの5ブラザーも全然見かけなくなってきました。お値段の方が6800円と消費税です。続いてビッグマイクですね。で大きめです。サイズ表記 XL17 から17ハーフですね。でこちらこの紙タグも残ってて、コンディションはめちゃめちゃいいかなと思います。生地感もまだちょっとふわふわしてるような、水おそらく全然通ってないんじゃないかなっていうようなコンディションです。で同じく赤ベースで黒と白とこちらオレンジのチェックですね。このチェックの入り方もいいかなと思います。配色もかなり綺麗ですね。で赤が真っ赤っていうよりかは、ちょっとオレンジっぽいような優しめの赤ですね。でサイズもダボっと着用できるかなと思います。ちょっとシーズン、違うんですけれども、ショーツなんかと合わせてもかなりかっこいいかなと思います。MGT の上にガバッと羽織ってあげてください。お値段が、7800円と消費税です。続いて5ブラザーのネルシャツ、いいサイズですね。16から16ハーフ、ラージサイズです。でグレーボディでベージュ赤黒ですね。今日いいチェックの配色かなり多いですね。僕が好きな配色めちゃめちゃ多いです。コンディションも、綺麗かなと思います。全体的に綺麗で、フラップがつくタイプですね。これもいいサイズです。ラージサイズ、僕がゆったり着用できます。この年代なので着丈も長くありません。お値段の方が7800円と消費税です。でビッグマックのネルシャツ、80年代、サイズ表記がラージですね。ブロックチェックなんですが、チェックが大きめで色使いも可愛らしいかなと思います。年代の若い方とかにも結構おすすめできるチェックの入り方かなと思います。緑と赤とネイビーですね。後ろにも入ってて、このチェックの大きさいいですね。かなり可愛らしいかなと思います。サイズもラージで今っぽくガバッと羽織れるサイズなんじゃないですかね。僕もゆったり着用できそうなサイズ感です。お値段の方が、同じく7800円と消費税です。続きまして定番ですが、大人気の5ブラザーの XL で、こちら白と黒と青のブロックチェックです。一番定番なんじゃないですかね。
ですがかなり人気なタイプです。コンディションなんですけれども、こういうところに、糸のほつれがあったり使用感は全体的に結構あります。でネル自体も、ちょっと汗たような雰囲気があって、この黒なんですけれどもちょっと墨黒っぽくなってて、かなりネルシャツとしていい雰囲気を放ってる一着かなと思います。サイズも XL 表記で、トール丈ではないのでかなり着やすいボックスに近いシルエットかなと思います。お値段が7800円と消費税です。続きましてリーバイスのシャツですね。サイズ表記がスモールサイズです。でオレンジタブもしっかりつきますね。ディティール的に70年代頃のものかなと思います。こちらも街はつかないです。ですがコンディションこちらもかなり綺麗ですね。もう70年代かなり昔の個体ではありますが状態はかなり綺麗かなと思います。スモールサイズで自分がジャストくらいですかね。気持ち肩を落として着用できるくらいのサイズ感かなと思います。インナー使いしてもおしゃれなシャツかなと思います。お値段が7800円と消費税です。続きましてスウェット類をご紹介いたします。チャンピオンの80年代プリントタグですね。サイズ表記がラージです。でこちら、白ボディで前 V の仕様になっていて、セットインスリーブでラバープリントが2段、いいひび割れで入ってるかなと思います。コンディション比較的綺麗なんですけれども、右袖の後ろ部分に薄くサビ汚れがついていますね。その他ボディはかなり綺麗かなと思います。結構真っ白の個体ですね。でチームもそこまで出てなくて、サイズ表記ラージですが、この形身幅もしっかりあって、僕はゆったり着用できそうなサイズ感になっています。チーム全然出てない個体ですね。お値段の方が7800円と消費税です。続きまして、おすすめのスウェットです。フルーツオブザルームの90年代サイズ XL ですね。で白ボディでラグランスリーブになっていて、トロールズのプリントなんですけど、こちら普通のトロールズではないですね。ロックンロールトロールズになっております。結構派手めにロックしてるトロールズたちのプリントになっております。おもちゃとしてもかなり人気かなと思いますが、この服としてファッションに落とし込んであげても、かなり可愛いんじゃないですかね。で右袖の後ろ部分に薄くシミ汚れついちゃってます。この辺は漂白していただければ、少しは良くなるかなと思います。他白ボディ、こちらも全体的にコンディションは綺麗です。ラグランの XL で僕かなりゆったり着用できるサイズ感かなと思います。結構いいサイズです。お値段の方が7800円と消費税です。色使いもかなりいいです。続きまして、オールドのパーカーをご紹介いたします。こちらがサイズ表記がミディアムですね。グレーボディで染み込みでプリントがされております。いい色使いのプリントですね。ちょっとフロントの部分に染み汚れありますが、このオールドの、ボディと結構相性はいいのかなと思います。後ろは無地ですね。でサイズ表記ミディアムサイズで、自分だと、気持ちゆったりするくらいのサイズ感かなと思います。結構背の高い方だと若干、きつく感じてしまうサイズかもしれませんが、これもぴったりめで着て可愛らしいスウェットかなと思います。お値段の方が7800円と消費税です。続きましてヴィンテージのパーカーですね。タグは欠損してしまっておりますが 100% コットンの、ボディですね。でグレーボディでセットインスリーブで紐も残ってるコンディションのパーカーです。でプリントは入らない完全に無地のタイプですね。もう何でもないパーカーでもあるんですけれども、この辺もやっぱりヴィンテージにこだわりたいっていう方多いんじゃないですかね。でこれいいのがサイズが結構大きめなんですよね。僕結構ゆったりめに着用できます。着丈もしっかりありますし身幅も全然しっかりあります。お値段の方が15800円と消費税です。ジゴッパです。続きましてリバースイーブですね。90年代のサイズが XL です。アメリカ製の個体でエンジボディラバープリントが2段で入ります。エンジボディいいですね。エンジボディのカレッジかなり着やすいかなと思います。後ろは無地です。プリントの配色もいいですね。白に囲みがイエローっていうところもいいかなと思います。XL 表記で自分ダボッと着用できる一番需要の多いサイズですね。お値段が12800円と消費税です。続いて、同じくリバース90年代のサイズがミディアムです。こちらもアメリカ製です。
グレーボディでラバープリントなんですけど、黒のラバープリントが3段で入ります。プリントの入り方もかなりいいですね。後ろは無地です。かっこいいプリント入ってるかなと思います。サイズミディアムで自分が気持ちゆったり着用できるサイズ感です。いいサイズ感かなと思います。お値段の方が15,800円と消費税です。続いてまた黒のプリントですね。90年代のサイズ XL です。いいサイズですね。でボディもまだまだふわふわしてて、結構コンディションは綺麗かなと思います。黒のラバープリントで2段入ってますね。リブの縮み等も全然なくて、コンディションもかなり綺麗です。で XL サイズ、これも完璧かなと思います。完璧リバースです。僕はゆったり着用できます。お値段が17,800円と消費税です。続きまして染み込みプリントですね。サイズが XL、もちろんアメリカ製です。グレーボディで染み込みプリントが1段で入ります。シンプルですが染み込みの雰囲気はやっぱラバープリントとは全然違うかなと思います。染み込みでこだわって探している方にももちろんおすすめです。後ろは無地ですね。サイズ表記こちらも XL です。自分がダボっと着用できるサイズ感です。染み込みをお探しの方、こちらお安めです。お値段が15,800円と消費税です。続きまして無地のリバースですね。90年代のサイズが XL です。でフルスナップの完全に目なしのタイプです。袖には C マークがついてますが、フロント完全に無地ですね。でネイビーのボタン、プラスチックのボタンがつきます。後ろにも何もプリントが入らないですね。シンプルですが、冬場パーカーとかの上にダボっと着てあげてください。 XL 表記ですが着丈 2XL くらいあるので、パーカーの上から結構ダボっと羽織るくらいが調子いいアイテムなんじゃないかなと思います。僕だと結構着丈長く着れそうですね。お値段の方が、目なしで19,800円と消費税です。続きまして大人気のリバースウェーブご紹介いたします。サイズ表記がラージ、アメリカ製の個体で黒ですね。ブラックのボディで胸元にワンポイントで C マークつきます。お探しの方もかなり多いんじゃないですかね。黒の L サイズ XL サイズはもう入れたらすぐに動いてしまうかなと思います。サイズ表記ラージで自分が気持ちゆったり着用できるいいサイズです。お探しの方、この機会にぜひどうぞ。黒もなかなか出ない色かなと思います。お値段の方が19,800円と消費税です。続きまして LLB のバッグをご紹介いたします。この巨大なサイズですね。結構かなりでかいサイズかなと思います。で持ち手の部分が結構ほつれちゃってて、コンディションはいいとは言えないんですけども、このほつれ具合が好きっていう方もいるかなと思いますし、お値段もかなりお安くなっておりますので、これはいいダメージかなと個人的には思います。でタグもしっかり残ってますね。 LLB のタグ見えるかなと思います。で内側のコンディションがこんな感じですね。内側自体はまだまだ使えるコンディションかなと思います。で裏面が、結構この四方ですね、ほつれがあったり当たりが出てたりっていうようなコンディションで、この裏面の感じも僕は結構かっこいいかなと思います。でこの巨大なサイズ、服を持って結構出歩く時だったり遠出なさる時結構使えるサイズかなと思います。大きめの LLB のバッグですね。お値段9,800円と消費税です。続きまして LLB のデラックストートの2トンです。タグがこちらにつきます。で下がギザギザになっているタイプですね。でネイビーとグリーンの2トンのカラーリングで、こちらコンディションがめちゃめちゃ綺麗ですね。もう持ち手の部分もう全く問題ないですね。すれ一つありません。で下の部分もですね、多少のこういうすれっぽい当たりみたいなのは、もう仕方なく出ちゃうんですけれども、もうそれ以外ダメージというダメージも全然ないのがわかるかなと思います。裏面もですね、1点こういうもう多少のほつれがあるかなっていう、ステッチのところどころのほつれがあるくらいで、コンディションはめちゃめちゃ綺麗です。で内側のコンディションもかなり綺麗ですね。これだいぶ綺麗だなっていう話を、先輩にしたんですけど、昨日ですね、副店長の野原さんが内側を、かなり綺麗に掃除してくださったそうで、それを僕が、商品紹介できるという、贅沢な動画になっております。かなりコンディションなので綺麗ですね。
ゆうたさんありがとうございます。お値段の方がもう LLB のデラックスのツートンです。この状態で出ることはもう本当にないかなと思います。49,800円と消費税です。スペシャルです。続きまして、ジャケット類をご紹介いたします。タグの方がチャンピオンの80年代ですね。下の方のレジスターマークが左にずれてるので80年代です。サイズ表記がラージサイズですね。いいサイズ感かなと思います。で、ジップのブルゾンタイプになってて、この、スナップでフラップがつくタイプになってて、冬場も結構ここあったかいんじゃないかなと思います。で、ネイビーとホワイトのツートンで、胸元に、UCLA の刺繍が入っております。で、2ポケットのタイプで、これもいいかなと思います。で、ポケットの、上の部分ですね、ハンドウォームもついてて、結構ディティールも凝ってますし、カラーリングもいいですね。で、結構いいかなと思います。この切り返し、ホワイトとネイビーっていうのも綺麗な配色ですね。で、サイズもラージサイズで僕がゆったり着用できるいいサイズ感かなと思います。お値段の方が、7,800円と消費税です。続きまして、結構古めのジャケットですね。サイズ表記がミディアムサイズ、60年代頃ですかね。ジッパーがこちらについて CC ジップですね。で、ホワイトのコットンで、ステンシルがフロントに入ります。インディアンヘッドですね。いいかなと思います。サイズちょっとちっちゃめなんですけれども、サイズハマる方いたらぜひ形もかっこいいですし、ホワイトでこの年代状態が綺麗っていうのもいいと思います。で、インディアンヘッドです。サイズ表記ミディアム、僕だと結構ジャストくらいで着用できます。僕くらいの体格の方だったらもう全然着れるいいサイズ感ですね。これいいかなと思います。お値段の方が 9,800円と消費税です。続きまして、リーバイスのボアジャケットをご紹介いたします。リーバイスオーセンティックのサイズ表記がラージで、黒のボアジャケットですね。大人気のところかなと思います。今、お探しの方かなり多いかなと思います。4ポケットのタイプで黒タブもしっかりつきますね。で、コンディションも結構綺麗です。色がグレーっぽくなっちゃってるものも多いかなと思うんですけれども、こちらいい色落ちしてるんですよね。袖の部分とか、見てわかるんですけど、濃い部分はしっかり濃くて、落ちるところは落ちてるっていう、かなりいい色落ちしてるかなと思います。サイズもラージサイズいいですね。僕だとちょっと大きいんですけれども、この辺ジャストサイズで着るのはかっこいいかなと思います。背の高い方、体格のいい方、いいサイズです。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのジャケットですね。こちらブランドがヘラクレスのものになっております。で、ジップが、グリッパージッパー使われてますね。60年代頃のものですかね。で、裏地が、ネルバリになってます。ウールじゃないの嬉しいかなと思います。で、チェックの配色もかっこいいですね。赤、黒、白、黄色です。黄金配色かなと思います。で、襟がコーデュールの切り返しになってますね。で、裏面もデニムの色残り結構いい色してるかなと思います。結構残ってますね。バットダイではあるんですけれども、この濃さでこの、ヴィンテージの雰囲気っていうのはかなりいいかなと思います。サイズこちら実寸で36くらいですね。僕がジャストサイズで着用できます。フロントジッパーなので開けていただいても結構スタイリッシュでかっこいいかなと思います。36ですね。お値段がこちら 29,800円と消費税です。続きまして M65 のフィールドジャケットを、ご紹介いたします。こちらちょっとサイズ表記は、読み取れないんですけれども、襟がアルミジップになってるセカンドタイプですね。エポレットはつきます。で、こちら、コットンなんですよね。ダック地のものになります。M65 ポップリン、がもちろん一番出てくると思うんですけれども、コットンの素材かなり雰囲気出ます。全体的に、日焼けしてるんですけれども、この焼け感もめちゃめちゃかっこよくて、サイズいいかなと。サイズも、ミディアムくらいでいいサイズかなと思います。こういうところどころのほつれだったりもいい雰囲気ですね。で、アルミジップっていうのがいいですね。ちゃんとセカンドタイプです。実寸でミディアムレギュラーくらいですかね。自分がゆったり着用できるいいサイズになっております。コンディションがかなり綺麗という答えではないんですけれども、こちらコンディションがちょっと悪いくらいの方がかっこいいと思うので、この状態めちゃめちゃいいです。まだまだ着ていけます。お値段の方が 29,800円と消費税です。
続きましてカデットのジャケットですねをご紹介いたします。タグがこちらにつきますね。ウエストポイントで、ジップがスコービルジップ使われております。フロントもスコービルですね。でポケットがつくタイプです。ワッペン等も貼られてなくシンプルなデザインでかなり着やすいかなと思います。コンディションも良さそうですね。サイズあったとしたら、だいたい40くらいですかね。自分はゆったり着用できます。カデットコートかなり着るとクールなデザインでかっこいいので、この無地なタイプ、ご自身でお好きなワッペンとかつけていただいてももちろんいいですし、このまま無地で着てもかっこいいと思います。お値段19,800円と消費税です。続きまして M51 のフィッシュテールパーカーですね。サイズがこちらいいサイズですね。スモールサイズです。でボディの状態かなりいいですね。まだ映像でも伝わると思うんですけども光沢があります。51のフィッシュテールも出てきたらもうかなりもう日焼けしてる個体が多いと思うんですけど、日焼けしててもかっこいいんですが、この張り感はもうめちゃめちゃかっこいいですね。フロントの部分に、黒のシミ汚れが若干あるんですけれども、それ以外はコンディションほとんど言うことないかなと思います。かなり綺麗な個体ですね。で、フードのファーは取れているんですけれどもライナーもつきます。しっかり、いいですね。ファーは結構邪魔で外しちゃう方も多いかなと思うので、このライナーとシェルのみっていうのが一番人気なんじゃないかなと思います。スモールサイズです。お値段の方が59,800円と消費税です。続きまして、ダービーのジャケットですね。こちらサイズ表記が42です。グレーのウールでこちら黒のファーになっておりますね。ギャングコートかな。で、ボタンも結構いいボタンですね。凝ってるデザインかなと思います。で2ポケットでコンディションはめちゃめちゃ綺麗です。後ろも状態はいいですね。グレーボディですが、黒ボディとかだとちょっといかつすぎるかなと思うので、絶妙な大人っぽさとこの上品さが残るっていうこの配色結構いいかなと思います。サイズ42でほとんどの方が着用できるサイズになっております。お値段の方が12,800円と消費税です。続きましてリーバイスのデニムジャケットをご紹介いたします。まずはじめ70505ですね。サイズ表記いいですね。44です。ケアタグはついてないんですけれども、こちら色味インディゴで大丈夫かなと思います。サイズも44でいいですね。全体的にかなり綺麗な縦落ちが入ってますですね。すいません、赤タブついててスモール E ですね。スモール E の個体です。で袖とかもかなり縦落ち荒々しく入ってます。いいですね。両袖いい感じです。で襟の下の部分に1点小穴がございます。で後ろもいい感じに縦落ち入ってていい色だと思います。でサイズ44で実寸で42くらいですね。自分かなり大きめに羽織れるサイズ感になっております。こういう大きめのサイズ70505も全然出てこないのでおすすめです。お値段が19,800円と消費税です。続きまして、70505の前ですね。サードです。557ですね。パッチは欠損してしまっておりますが、大きいパッチがついていたのが見えるかなと思います。で赤タブはもう当然ビッグ E ですね。ビッグ E がついてて、フラップは同音数で、ボタン裏の文字はちょっと読み取れなくなってますね。でいい色してるかなと思います。色が濃いってわけでもないんですけれども、この一目でヴィンテージっていう分かるような結構雰囲気のいい色してるかなと思います。でコンディションなんですけれども結構リペアとかが多くて、まず襟元は全体的に入っていますね。襟全体的にリペア叩かれてて、でステッチの補強っていうのが結構至る所にされてます。細かいところですがこういうところだったりこの辺とかもそうですね。で襟とかも一回ステッチ抜いたんですかね。でステッチを入れ直してるのかなと思います。で裏面とかも結構リペアがあったりステッチの補強があったりスレがあったり等はするんですけれども、もう大切に長く着ていたジャケットなんじゃないかなと思います。もうそれで納得の雰囲気ですね。袖の色落ちもめちゃめちゃいいです。中にスウェットとか着用していた方なんじゃないかなと思います。こちら実寸で36くらいですね。パッチ表記あったとしたら3パッチくらいなんじゃないかなと思います。
自分がデニムジャケット着るとき36から38ぐらいで着用するので一番いいサイズ感かなと思います。 T シャツの上とかでジャストサイズで着れますね。お値段の方が49,800円と消費税です。続きましてオールスターの、ハイカットを1足ご紹介いたします。色味が赤ですね。インソールこの囲みになってて80年代のインソールです。で当て布、サイドの当て布も小さいですが見えます。でこちらヒールパッチご覧になっていただくと分かるんですけれども、もう全然すり減りがなくてもうデッドストックの個体かなと思います。でサイズ表記が8ハーフですね。逆側もヒールパッチも全然見えますし、もう履きじわも全然ないです。でキャンパスの状態ももちろん綺麗ですね。で8ハーフで赤のハイカットです。こちらサイズ合う方おすすめです。結構、赤敬遠される方多いんですけど、靴ってなると赤ってかなり履いてて差し色になってファッション的にも使える色味なのでおすすめです。お値段が35,800円と消費税です。続きまして、赤のスペシャルですね。コンバースの囲みのこちら中が黒の文字になっているタイプ、70年代のインソールですね。でヒールパッチがチャック・テイラーです。でメイドイン USA、 ちょっと右足の方は USA が見えなくなっちゃってるんですけども、左足メイドイン USA の表記全部しっかり読めます。もうチャック・テイラー70年代の個体ですね。でサイズが12です。コンバースデカ履きが、結構人気だと思うのでちょっと大きめのサイズではあるんですけれども、中にインソール入れてあげたりしてデカ履きするのもおすすめです。でこのチャック・テイラーらしいこの当て布の大きさもかなりいいかなと思います。でコンディションいいんですけれども、このトゥーの部分が若干硬化してきていて、まだ履けるコンディションではあるんですけども若干ひび割れてきちゃってます。もうソールは全然まだまだ履けるコンディションですね。赤でこちらもコンディションはいいです。もちろんメイン100のオリジナルの紐もついております。で左足の方ちょっとこういう感じで汚れ飛んでますが、これもキャンパスと相性かなりいいかなと思います。他は全然コンディション抜群にいいです。お値段が39,800円と消費税です。続きましてブラックデニムをご紹介いたします。リーバイスの501のブラックですね。501でこちらも先染めの色味ですね。裏地は白いです。で、パッチ501で3830表記ですね。めちゃめちゃいいサイズ感かなと思います。この38のウエストに対してオリジナルレングス30っていうのは全然出てこないサイズかなと思います。全体的にフェードがかってて、今っぽい色落ちしてますね。レングスはオリジナルレングスです。でパッチも赤タブも残ってて、コンディション、微妙にまだ毛羽立ちも残ってて結構ウォッシュは入ってると思うんですけども、コンディションはかなり綺麗です。実寸がですね、こちらウエスト37インチのレングスが30インチです。デカ履きギュッとウエスト絞って履いていただいてもいいですし、サイズハマる方いらっしゃればいいかなと思います。お値段の方が12,800円と消費税です。続いて505のブラックですね。じゃあフロントがジッパーになっているタイプですね。リーバイスのジップがつきます。505の3432表記です。でこちらアメリカ製ですかね。アメリカ製の個体です。505のブラックデニム、アメリカ製全然数出ないです。じゃあ後染めのタイプですが、色味もまだまだ深いブラックですね。で3432のゴールデンサイズかなと思います。で実寸が505はレングスそこまで縮まないので、ウエストが34インチでレングスは1インチ伸びてますね。33インチになっております。まだまだ、色も濃いのでレングス上げちゃったり、僕もレングス長いのはカットオフするのでカットオフしても、ブラックデニムかっこいいかなと思います。お値段の方が12,800円と消費税です。続きましてカラーデニムですね。501のカラーデニムのデッドストックです。後染めのタイプでパッチもしっかり当然残ってますね。3032でメイドイン USA の表記もしっかり読めます。でフラッシャーやシールもついてるもう正真正銘のデッドストックの個体です。3032表記、グリーンのカラーリング今っぽくてかなりいいですね。で実寸変わらず3032です。レングスちょっと長めですが、こちらも上げちゃってもいいと思いますし、カットオフしちゃってもいいかなと思います。ウエスト30、男性だったり女性もう様々な方に履いていただきたいですね。お値段が15,800円と消費税です。
続きましてリーの200番ですね。こちら、ジップが、42タロンのジップ使われていますね。オールドの個体になっております。で、内側にリーのタグつきますね。リーの黒のタグです。で、デニムもまだまだ色が残ってて、キスネームもしっかり残ってますね。 MR 表記入りなので70年代頃の個体かなと思います。で、全体的に色が8割程度、まだまだしっかり残ってて、もう結構縦落ちしてきてますね。この色の濃さですが、もう寄っていただくと結構縦落ちしてきてるのがわかるかなと思います。これからの色落ちが楽しみな一本ですね。で、内側の股の部分、薄くブリーチ飛びが1点ございますが、そこまで目立たないかなと思います。あとこちらのところにもですね、ちょっと横のラインに白っぽくなっておりますが、これも履き込んでいただければ馴染んでくるかなと思います。レングスもオリジナルレングスです。で、こちら実寸かなりいいサイズです。ウエスト34インチのレングスが31インチですね。ゴールデンサイズのリーの200番、このコンディション、ぜひお探しだった方おすすめです。25,800円と消費税です。続きまして505の、シングルステッチですね。リーバイスの50542タロンジップ使われています。で、パッチもちょっと、折れちゃってますが、505の3436表記ですね。で、スモール E のポケット裏はシングルステッチです。で、ボタン裏は、ちょっと読み取りづらいんですが5番ですかね。5番だと思います。で、色落ち全体的に縦落ちこちらもびっしり入ってて、ひげも入ってて濃淡の出てるかなりいい色落ちの個体かなと思います。裾は上がっちゃってますが、結構前の段階で上げたのか、このステッチの入れ方ですが、当たり自体は出てきてますね。裾上げられちゃっております。逆側もですね、裾は上げられております。ですがその分結構いい実寸になっておりますのでいいかなとは思います。後ろも結構いい色落ちです。本当にうっすら蜂の巣も出てき始めていて、濃淡もあるこの部分が結構色落ちしててかっこいい一本かなと思います。で、その他はコンディション結構綺麗ですね。生地感もまだガシガシしてて肉厚な生地感です。実寸が、この上がってる部分でウエストは32インチのレングスが30インチです。これもゴールデンサイズかなと思います。30インチ、いいですね。お値段の方が39,800円と消費税です。お安めかなと思います。続きましてもヴィンテージデニムですね。結構いい雰囲気の個体かなと思います。リーバイスの501のこちらビッグ E ですね。501で、パッチと赤タブはこの個体は取れてしまっております。ですが、股に缶抜きが入って WX 以降の個体で、ウエストのステッチはシングルステッチですね。シングルのフロントが V 止めの個体です。501ビッグ E の、初期のタイプですね。で、ボタン裏がこちら E ボタンですね。E ボタンが使われています。で、アーキュエイトステッチが、ここ端っこだけ残ってるんですけど、アーキュエイトイエローステッチですね。もう本当にビッグ E の最初期の個体です。でも66、7年頃の個体かなと思います。で、こちら色も全体的に結構落ちきってて、でリペアが結構広範囲でリペアがされております。ですがこのリペアされている分、これから先結構ダメージがすぐに来ちゃうってこともないのかなと思います。ですがヒゲとかもしっかり出てて、色自体は全然悪くないです。で、股部分はリペアゼロですね。リペアが入ってないので、これからちょっとほつれてきたら、早めに広い範囲で叩いてあげてもいいかもしれないです。で、ポケットの入り口部分も、リペアが頑丈にされております。で、レングス、こちらオリジナルレングスなんですけれども、結構補強でステッチが入れられちゃってますね。レングスオリジナルです。で、当然耳付きの個体ですね。で、続いて裏面のコンディションなんですけれども、ポケット部分の入り口結構ほつれがあったり、こういうところリペアがされていたりっていうようなコンディションです。さらっとこちらも色落ちしてていいデニムかなと思います。履きやすい色味ですね。結構リペアとかがあるもの、履きづらい方多いかなとは思うんですけれども、こういうさらっと落ちてるものだと結構履きやすかったりするかなと思います。
こちら実寸がウエスト31インチのレングスが33インチですね。これもレングスロールアップして、レングスオリジナルレングスなので、ロールアップして履いていただいてもいいかなと思います。お値段の方が、かなりお安めです。45,800円と消費税です。続きまして、かなり珍しいブランドのデニムをご紹介いたします。ホワイトスタックの全身ブランドのものですね。これかなり希少だと僕は教えてもらいましたね。ブランドのタグもしっかり残ってて、で年代も40年代頃ですかね。サスペンダーボタンもついてて、でフロントがドーナツボタンです。40年代の前半頃の個体かなと思います。サスペンダーボタンついているんですけれども、全部ボタンが違くて、1個だけこのボタンだけオリジナルのものかなと思います。打ち込みのボタンがついてますね。でレングスは上げられちゃってます。レングス上がってますが、このかすかにも当たりも出てき始めていて、いいかなと思います。で色味自体もウォッシュはそこまで入ってないんじゃないかなと思います。裾部分とかはもう本当に7割程度色全然残ってて、太もも部分がさらっと縦落ちしてて、いいデニムですね。いい色落ちしてると思います。でペインターパンツですね。でバックポケットもちょっと形がいびつな感じとかもいいですね。ヴィンテージっぽいディティールかなと思います。かなりかっこいいですね、こちらの個体。もうレングス上がっちゃってますが、この短めのレングスで、履いていただければいいのかなと思います。ちょっと、靴下を見せるような感じでコンバースのハイカットとか合わせてあげたりすればいいのかなと思います。実寸がウエスト32インチのレングスが26インチですね。後ろもかなり綺麗な縦落ち入ってて、もう色味極上かなと思います。ホワイトスタックの全身ブランドです。お値段の方が98,000円と消費税です。今日ちょっとデニムめちゃめちゃクオリティ高いですね。もう1本スペシャル、デニムご紹介いたします。リーバイスの 501WX です。501のこちらもパッチと赤タブは取れてしまっているんですけれども、年内ベルトループセンターループで、スレーキュラカッパーですね。もうカッパーも全然錆びてないですね。状態いいのがわかるかなと思います。なので、このディティールでレザーパッチのことが確定しました。で続きましてサイドステッチ、これ長いですね。で、リベットの文字も、中央に寄っているんですかね。こちら片面タブの個体かなと思います。501WX の片面ですね。で色もめちゃめちゃいい色してると思います。どうですかね。ひげもうっすら出てき始めていて、濃淡もくっきり出てる色落ちで、裾部分はまだまだ色が濃いです。でレングスはオリジナルレングスですね。オリジナルの、チェーンステッチで、裾部分オリジはあるので、このオリジナルに合わせてロールアップして履いていただければなと思います。後ろも色落ちめちゃめちゃいいですね。このアーキュエイトの面紙の部分がもうところどころ細れて抜けてきている雰囲気もかなりかっこいいですし、オールイエローステッチとかではないんですけれども、イエローステッチかなり多めに使われていて、雰囲気はかなりいいと思います。裏面もですね、色まだまだ濃いですし、このザラつきのある色落ちっていうんですかね、かなりいいかなと思います。で続きましてコンディション見ていきたいんですけれども、スレーキの部分ですね、左のポケット部分、これ割れちゃってるので叩いてあげてもいいのかなと思います。ちょっと左側は、全然問題ないので、右側ですね、右側は全然問題ないのでまだまだ使っていただけるんですけど、左側はちょっと切れちゃってます。で股部分ですね、股部分ステッチの抜けとかも全然ないです。もうかなり綺麗な状態ですね。で膝や太もももノーリペアで裾部分もチェーンステッチの抜けだったり、もうかすかなこういうほつれはあるんですけれども、もう全然破けともないですし、コンディション綺麗かなと思います。裏面バックポケット周辺も、隠しリベットの当たりが出てるくらいで、もう全然問題はなさそうですね。コンディションもかなり綺麗な個体です。で実寸もかなりいいサイズです。ウエストが32インチのレングスも32インチです。僕だとやっぱりちょっと長いんですけれども、この裾のオリジナルに合わせていただいてロールアップしていただければ、全然問題ない、30インチくらいで履けるデニムかなと思います。サイズウエストサイズ合う方かなりおすすめです。もう雰囲気極上ですね。お値段の方がこちら、45万8,000円と消費税です。
続きまして週末の 20% オフの、ウェブスペシャルのセールに掲載される商品を5点ご紹介いたします。本日も結構いい商品あるのでかなりお買い得かなと思います。これちょっと僕が商品紹介させていただいたやつなんですけど、チャンピオンの60年代の、ワッショイタグですね。サイズ表記がミディアムサイズです。白ボディで、ウエストバージニア染み込みで入ってます。この年代のフットボール T シャツの染み込み、かなりクオリティは高いです。袖のラインも染み込みでプリントされてますね。ランナーズタグです。お値段が 25,800 円の 20% オフです。もう5000円くらい安くなっちゃいますね。続きましてヴィンテージのスウェットをご紹介いたしますのパーカーですね。いいですね。白ボディで胸に染み込みでフラッグがプリントされてます。でジップがこちらのアルミジップ使われています。でフードの部分結構、サビ汚れとあるので、っていうようなコンディションですね。で内側も結構サビ汚れあります。ですがこのサビ汚れが、かっこいいと思う方にとってはかなりいい商品なんじゃないかなと思います。こちらが 9,800 円の 20% オフです。続きまして USMC の、カデットセーターですね。黒ボディでこのグレーのワッペンがついているのがかっこいいかなと思います。下3つボタンが変わってしまっていますが結構似てるボタンが使われているのでそこまで目立たないかなと思います。リブにポツポツダメージがあったりとはしますが全体的にまだまだ着用できるコンディションですね。でこちら僕がジャストサイズくらいです。もう本当にジャストっていう感じのサイズ感です。これもかっこいいですね。お値段が、59,800 円の 20% オフです。もう1万円以上安くなっちゃいます。続きまして、40年代の USMC のヘリンボーンツイルジャケットです。フロントに USMC のステンシルしっかり残ってますね。かっこいいです。ヘリンボーンのボディですね。で裏面裾の部分に多少のペンキ汚れがあったりフロントの部分もいい雰囲気でペンキだったり、シミ汚れはある、個体になっております。でサイズも大きめですね。自分結構ガバッと羽織れそうなサイズ感です。お値段が 25,800 円の 20% オフです。続きましてラルフローレンのジャケットですね。こちら色味がブラックです。サイズ表記がミディアムサイズで裏地がフリースになってますね。これからの時期が本番です。で胸元にワンポイントポニー入るんですけれどもこの黒のポニーでいいですね。そんなに目立たないかなと思います。でディティールもポケットがいっぱいあってこういうのお好きな方多いんじゃないかなと思います。僕は好きです。こういうポケットがいっぱいあるディティールですね。かっこいいかなと思います。黒で色味もいいですね。サイズミディアムサイズで、僕が、いいアウターのサイズ感で着用できるサイズ感かなと思います。大きめです。お値段が 15,800 円の 20% オフです。昨日ですね遊歩道店の入荷日だったんですけれども、たくさんのご来店ありがとうございました。まだまだ、自分も立たせていただいてたんですけど遊歩道、本当にまだまだたくさんいい商品ございますので、本店アルファパルコと一緒に、遊歩道の方にも、ご来店よろしくお願いいたします。